皆さんこんにちは、さわです。このチャンネルさわノートでは、カナダ人夫と3歳の息子と関西在住の私が主に旅行や国際ファミリーの日常などを紹介しています。ぜひ高評価、チャンネル登録をお願いします。さて、6月某日、梅雨に入る前に新緑の姫路城へ行ってきました。関西在住とのことですが、姫路出身なんですよ。なのでお城の中でも姫路城はやっぱりひいき目で見てしまいます。今日は姫路城周辺を歩きながら時々身の上話でもしていこうかと思います。最後までお付き合いください。実はこれを撮る前にもっと違う話をたくさんしていたんですが、夫がおもんないと言いまして急遽撮り直しています。やけくそ感が出てしまったらすみません。先ほどの映像は姫路駅から撮っていたのですが、歩いて15分程度で姫路城に到着です。橋からは大きな声が見えます。さあ、三の丸広場へ入っていきましょう。夫と子供は隣の動物園に行ったので、ここからは一人でお城の東と北側をぶらぶら散歩していきます。姫路ってね、人があったかいんですよ。若い頃はみんな生きがってて嫌やなとか思っていましたが、学生時代からたびたび海外で生活するようになってから、お城のある町に生まれてよかったって思うようになりました。私が観光以外で行った海外生活を振り返ると、まず高校で2週間オーストラリアのアデレードにホームステイしました。それで次の年にアデレードの高校生が姫路市に来たんですが、お城のある町って紹介しやすかった気がします。実は高校で全校生徒の前で歓迎のスピーチもしたんです。あいつ誰なんという雰囲気やったんで緊張しました。それから短大で1ヶ月ニュージーランドに語学留学、社会人になって2012年に1年間カナダのバンクーバーにワーキングホリデー、2015年から1年ちょっとまたバンクーバーに滞在してコーププログラムで留学とインターンシップを経験しました。日本のどこから来たんって話になった時、日本に興味のある人なら姫路城があるところっていうと結構分かったり、あと留学先で出会ったスイスの友達や韓国の友達が来日した時に観光できたり、夫のいとこがフランスから日本に観光で来てた時も姫路城を見に来てくれたり、都会すぎひんところもいいです。最近姫路城の入場料について外国人観光客分を高く設定する二重価格を検討している話が話題になっています。姫路城を保護することが目的なら賛成ではあるのですが、気になるのが観光客でもなぜ外国人に限るのか。あと、もしこの価格を導入するとしてどのように日本人と外国人を区別するのか。外国人でも居住者の扱いは異なるのか気になっています。まさか見た目で判断するとは思えないし、どうせ身分証を提示させるのであれば、外国人も日本人も住所がわかるものを提示して、個人的には姫路市民とそれ以外で二重価格にすればいいんちゃうかと思います。皆さんはこのトピックについてどのようにお考えですか？
コメント欄で教えてください。お城の北側にやってきました。この隣にある白トピア記念公園も子供を遊ばせるのにいいところです。私たち家族は子供が1歳の時に写真撮影をしてもらいました。やっぱりどの方向から見ても姫路城は絵になるなぁ。今度はお城の東側です。今見えている茶色い建物は姫路市立美術館です。高校から社会人にかけて友人と2人で音楽活動をしていたのですが、その時自主制作した CD のジャケ写のため美術館前で写真を撮ってもらったことを思い出しました。音楽はもちろん衣装、デザインも全部自分たちで考えてめちゃくちゃ時間がかかりましたが、いい思い出です。そんなこんなで三の丸広場に戻ってきました。息子は動物園が楽しかったようです。最後は桜の季節の姫路城とともにお別れです。本日も最後までご覧いただきありがとうございました。Thank you for watching. See you next time.